この動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日はバンブののみの市からスタートです。先週配信した動画にたくさんのコメントをいただきましてありがとうございます。毎週のようにのみの市散策をするといろいろなことが起きるのですが、前回のようなショッキングな出来事は初めてだったので、皆さんの励ましのメッセージがとても嬉しかったです。悲しいことや苦しいこともありますが、のみの市散策をして得られる喜びは落ち込んだ気分も吹き飛ばしてくれるので、今後も楽しく散策していきたいと思います。今日はいろいろ扱われているお皿以外の商品もお見せできたらなと思って撮影しました。イギリスと違ってフランスではカトラリーを伏せてテーブルに置くのですが、このように銀のフォークの背にイニシャルや紋章が彫られていたからです。エスカルゴを食べるときに使ったら楽しいですね。やはりお皿も少し見てみましょう。バドンビレです。ディゴアンサログミンヌロワイヤンシリーズです。ロワイヤンとはフランス西部の町の名前です。サランです。シンプルなデザインは様々な料理に合いそうです。和食や中華にも合うんじゃないかなと思いました。存在感のあるゾウさんがいました。1月に食べるスイーツガレット・デ・ロワに入っていたフェーブでしょうか。小さなものはきりなく見てしまいます。次ののみの市へ移動しましょう。13区イタリア広場の近くで行われていたブロカントです。リコーダーがありました。リコーダーはフランスの大きなスーパーでも販売しています。少し枯れかけていい色になっているオーバルプレートがありました。刻印から窯元名は読み取れませんでした。茶と書かれていますね。スーピエールは4つ、一回り小さなレギュミエは2つ持っていてかさばるので購入してはいけないのですが、形が好きでついつい目がいってしまいます。綺麗なセットがありました。バックスタンプがかすれていて読み取りにくかったです。すべて状態が非常に良いので、しまわれていたのか大切に使われていたのでしょうね。このソーシエルだけ欲しかったのですが、どうやらセット販売のようです。こういった家具もいいなと思っています。
と近づいて開けてみましょう。娘が使っている机が真四角でつまらない形なので、こんな形もいいなと思いました。フランスではあまりポピュラーではないスポーツですが、ゴルフクラブが売られていました。正確にはリモージュ製ではないものも多そうですが、リモージュボックスがたくさんありました。リモージュボックスも気になっているアイテムなのですが、これも際限なく集めてしまいそうなので、購入するのを我慢しています。蓋を開けると、中にもバラの絵がありました。ジョゼフィーヌのバラ庭園と書かれているので、バラの庭園をイメージした入れ物なのでしょうか。以前配信した動画の字幕でも書いたことがあるのですが、リモージュボックスは18世紀頃、貴族がアニスの実や砂糖菓子を入れた小さな容器を携帯していたのが始まりだそうです。他にも鍵タバコやアクセサリーを入れていたとのこと。とてもおしゃれですね。マリー・アントワネットも多くのリモージュボックスを所有していたそうです。フランス中部にあるリモージュで1771年に磁器生産が始まったばかりの時代なので、相当高価なものだったのではないかなと思います。現代では著名人の中にもコレクターが多いようで、アメリカのホワイトハウスにもコレクションがあるそうです。リモージュボックスは描かれている絵が複数の色で凝っているほど何度も焼き付けるので高価であると聞いたことがあります。ディゴワン・サルグミンヌ・ジュリエットシリーズです。縁のグラデーションも綺麗ですね。この小鍋も可愛いのですが、どけてみるとディゴワン・サルグミンヌのカンヌシリーズです。このシリーズのデザート皿やパン皿、ラビエを持っているので、大皿を購入しようか迷います。庭があったら白鳥を置くのもいいなと思いました。とても寒いフランス、今日はこの辺で帰りたいと思います。先日、夫の親戚の誕生日会へ行きました。主役はなんと70歳。フランスでは50歳、60歳など区切りの良い年に大きな誕生日会を開く人が多いようです。昔、友人がセーヌ川の上に浮かぶ船の上で40歳の誕生日会を開いたことがあります。購入した商品のご紹介です。今回、飲みの市では何も購入できなかったのですが、ヴィンテッドというメルカリのようなフリマアプリで1枚大皿を購入しました。ロンシャンのルイ16世シリーズです。送料込みで1枚23ユーロでした。少し割高ですが、
のみの市では見つからないので仕方がないなと思っています。のみの市友達の K さんがこのシリーズを持っていらしてシリーズ名を検索して見つけ出しました。サラダを入れるのにいいかなと思っています。こちらは以前バンブで見つけた同じシリーズのラビエもしくはブオリエです。縁のレリーフが素敵だなと思っています。並べてみると微妙に色が違いますね。最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をしていただけますと今後の動画作りの励みになります。通知ボタンのベルマークをオンにしていただけますと新作動画のお知らせが届きます。どうぞよろしくお願いいたします。